クラウドでちゃうんです。というわけでね、今日はね、ナビ VS ノバスクワットというクランとの対戦になります。ノバというとね、初代世界チャンピオンとかにも輝いたような感じのクランですが、その辺の組織と関係があるノバなのかちょっとわかんないんですけど、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行対戦相手の方から、これ、ファイボだったりするのか？いや、そういうわけでもない。クエイク入りのロイちゃん引っ張る用のテスラとかにもなってんのか、あれは。シンプルに角なんちゃら系に強いっていうテスラスケルトンというところですが、今回インビジブル7発でしたよね。かなり多め。そういうことか。ランチャーに切り替わったので、今回はクエイクの意味があるっていう感じですかね。で、ゴーレムも採用してるんですけど、これ本体に使っていくのか、ヒーローの盾として使っていくのかって感じですが、こういう編成なら、キングの盾にゴーレム持ってくみたいなことの方が多そうですが、こっちから行く、ベビードラサイドカット、ゴーレランチャー、ちょっとただこれは、ゴーレムが盾として機能するか怪しいですね。なるほど。なるほど。なるほど。相当それだね、キング。キングはそれた。ただ、ゴーレムがいることで、その辺のね、施設のターゲットは取ってくれるかというところですが、ガゴプリのタゲは取れてますね。で、キングの方がタゲを取りつつ、血が入って、ランチャーで、施設を削りつつ、タウンホールのみ真ん中残ってるような作り方になりましたね。タウン爆破に合わせるようなドームを打っていきつつ、タウン爆破がないことになっている。ないことになってるというか、ない。ストライカーも後ろから来たことでヒーロー処理できて、ちょっとチリジリ嫌な感じではありますね、攻撃側から見ると。ロイヤルチャンピオンはロケットスピアで撃ちますが、ここはインビジブル間に合わず。インビジブルね、結構余って持ってきてたので、今のちょっと焦たかったですね。3時稼働テスラもこういったところ、バーバリアン単体で落としきれないですね。クイーンの方はインビジブルで延命説。ジャイが強いな。ジャイ強いね。火力の高いジャイアントっておもろいな、マジで。オーデン落とされて、クイーンも落ちて、残りはジャイのみ。ジャイヒーが始まりそうですが、結構僅差だな、これも。87%。しょっぱなクラウス来ました。インブ6枚型のルートライダー。突撃艦セットしてるけど、どうでしょうね。突は、突イエティ、タウンホール、アーセルか、ロイヤルチャンピオンとかね、その辺のルート強制用に使われることがハードモードだとあるけど、ベビドラサイドカットも入れています、この隙に。第1クロスボウっていうところとね、龍炎砲が完全に無視できる方向からなので、うまいね、今のリクスケ処理の角度変えたところ。ベビドラ効いてますね。ここはちょっとインビジブル失敗した形になってるのかな、今の。多分、龍炎砲取りたかったんじゃないかなと思うんですが、援軍釣り出しつつ、おでひでここは、処理まで行きつつって感じかなと思ったけど、ちょっとチリチリになりながら援軍は無視していく形。スーパードラゴンってなかなか援軍として入ってることないですからね。ちょっと苦戦した形にはなってますが、トーム全ユニットかかっていいフォームになりましたね。キングカットから東海弊社クイーンまで一緒に流して、タウンホールの方向へ向かって押し、反対サイドのポイズンタワーが、何で釣れたんだろ、今の。何かで釣れて解除できてる。フォックスそこにいるけど、多分、ロイヤルチャンピオンパートで残ったやつだったので、関係ないとは思うんですけど、12時に
ケルトンを置いてターゲット取りつつ、もう1枚ね、モノリスト、ギアタワー、マルチアーチャータワーというところ、結構火力の高いところになってるので、スケルトンでロックにかかります。ロイちゃんがこれは、落ちるね。ボックス最初に行かれてて、能力がもうないというところで、フリーズはここ温存しつつ、キングの方も能力残ってたので、サッカーボールしっかりね、防衛施設強いところが残ってるところまで我慢していって、さあ、ジャイ来ました。ヒーローにターゲット取って内側入る。ちょっと打つことができなかったけど、ターゲットは軽く取ってくれましたね。あとはフリーズ1枚。ゴブリンが壁を殴っている状況。さあ、フリーズかけて、クイーンのみで投石は突破ができそうですね。ポイズンタワーのタゲもクイーンの方で拾うことができればって感じなんですけど、さあ、ゴブリンが、キングが殴った壁に気づきまして、ターゲットをずらしていく。ただ、クイーンが内側から撃ってるので、クイーンウィズで回収してのナイス展開。さあ、ドラ編成ですが、クエイクイーン。結構ね、クランによって特色出るみたいな話は毎度してるんですけど、ランチャークエイクっていうのが今回のクランの特色というかテーマになってくるんですかね、相手は。ハードモードのね、練習してると、この編成強いよねってやっぱ、みんな気づいて、クランとしてね、練習とかしてるときにそういうのが生まれるんだろうね。ちょっと援軍とかヒーローに釣られて、思うようなルートは取れてなさそう。爆破まで食らって能力解放。ロケスピ多かったね、今のね。で、今、カードテスラ結構強そうですね。なんか、ナビの対戦結構カードテスラが多いんだけど、なんかシンプルに、どういった意図で置いてるかわかんないんだけど、罠わかんないよとか、なんか、一度使ってるからみたいな、そういった雑な理由の可能性もあるんだけど、なんかシンプルにぶっ刺さってるんだよな。なんかぶっ刺さってるってほどではないけど、ちゃんと仕事してるのとか、あるんだよな。だからここもドラゴン入りのところトルネードとかいろいろあってね、結構厳しい展開になりつつ、ドルイドは持ってきてるけど、ロイちゃんに使ってるね。ロイちゃんに使ってますね。後出しのロイちゃんにドルイド合わせていって。確かにね、リターンしていくような形のロイちゃんだと、HP が結構持ってかれてからのスタートになってるからね、大体。ドルイドでそこを回復してあげて、なんとかするみたいなところ、リターン後のロイヤルチャンピオンの回復をしてあげるみたいなの結構いいかもしれない。さあ、ここは、結構いい防衛になりそうですね。ここもテスラが、ロケバルで。対空砲とかに投げようと思ったらロケバル反応するとかもあるかな、ここやっぱ。でも、めっちゃ近くから撃てるからさすがにこれは引っ張れないか。イエティとかでも落とせそうだけど、ロケバル使わなくても。やったーくん、ルートライダー編成。ルートライダー編成だとね、オーバーグローを使う、使わないとかの差とかはね、結構あったりするかもしれないですね。インビジブル隠すことで、戻していく。ボムありますが、スレスレのところを歩いて。おー！あ、フォックスさん。そこダメです、フォックスさん。なんとか耐えていく。ここで回収。エアスイまで降りたかったのかな、今。一直線ね。はいはい。かなり綺麗にこれも作れた。バルキリーの数は結構7体とかこれぐらいの数が今よく使われてる印象がありますね。アイゴレもちょっと遅らせて出しつつ、ロイヤルチャンピオンも同じタイミング。援軍はオーブンが見えたところでオーブンに合わせるようなポイズンですね。結構ね、今援軍オーブン流行ってるので、
アイゴレだけになってるので、基本はオーブンが出てきた援軍の組み合わせだと、オーブンにポイズンを打つことの方が良いことが多いのでね。援軍、アイゴレ、オーブンだとオーブンに打った方がいいです、基本は。さあ、裏のところまでたどり着くんですけど、これすごいね、勢い。外周もスーパーバーバリアンのサポートも入って、キングプラス10日弊社、ヘビ人形っていうところでね、やっぱ外周のヘビ人形強いね。強っ。で、内側もね、オーバーグロー解けたところなんだけど、ロイヤルチャンピオンが担当してくれています。さあ、裏からスーパーバーバリアン、そしてジャイアントが長弾大砲へばりついて、おー、火力高っ。ウォーデンの一発が入ったかな。今の HP 持っていけるんだ。やっぱりランチャーセットしてますね。ランチャークランだ。今の時代にランチャークラン結構珍しいけどね。でも珍しい編成って対策されてないことの方が多いので、まあシンプルにね、プランが良ければぶっ刺さる可能性があるっていうのが、ちょっとずれたってちょっと言い方悪いかもしれないけど、対策とずれた編成を使うっていうのは結構強いですからね。似たような編成をちょっとだけ違くやるって本当に強いんよな。ブラジルのね、レオとかはね、結構そういうのうまいんよな。セリーニョとか。さあ、イエティをウィズ島に合わせつつ、キング展開で、兵器変わりましたね。ランチャーじゃなくなった。まあ、クエイク持ってきてないんで、そんな気はしてた。このクランクエイク使いそうだから。さあ、ユニットランチャーですね。ちょっとこのマルチアーチャータワーがずーっと撃たれ続けるのと、外周部に、ちょっと防衛施設がね、この辺にあるんだけど、外の方に広がるような組み合わせになってるので、嫌な形ですね。さあ、ロイヤルチャンピオン後出し。ここは能力を割いていきます。からのトーム。キングもクエイクブーツで、もう全ユニット、トームにぶち込んでいくような形になりました。さあ、そしてモノリスのところをオーバーグローかけつつ、ロイちゃんがここはインビジブルですが、うまいこと、置くことができなかった。そこをインビジブル切れたところですが、まだ延命かけたか。1枚目、2枚目完璧にね、フォックスの5秒と、まあ、4. 点数秒と合わせて打つことができれば、まあ削れたかなって感じなんだけど、そこに対してもね、ボムがまだあるので、中央、ドッカン入って、まあ、全部を壊すには至らなかったかな。最低でもヒーローが残るっていうところで、まあ、ロイちゃん短期でね、少し角度変えて、マルチアーチャーター刺したので、まあ、刺さなかったら逆に言うとずっと残って嫌な区画になったので、まあ、入りのマルチアーチャーターのところっていうのが、ね、プランニングの時には気づかなかったけど、実際やってみるとしんどい配置の組み合わせっていうね、置き方になってたっていう感じですかね。ただ本体結構伸びてますね。さあ、ここは、スニージーの方も、レイジ化して殴ってますが、このロイヤルチャンピオンが残した跡地が、綺麗にそこだけ残るんだったら、まあ、最低でもね、防衛施設ぐらいはね、ロイちゃん、インブ2枚とフォックス合わせて落とせたかな。まあ、キングとガゴプリにもオーラダメージ入ったかなって感じなんだ。結構、でかかったかもしれないね、あれ。でもインビジブルとかを本体やりながらやるって結構難しいんで、まあね、失敗しちゃう理由、ね、気持ちはめちゃめちゃわかる。配置はなんか、面白いの出てきましたね。お、ロイちゃん、ロケスピから入ってますね。で、カバに、ロケスピから入ってるわけじゃないのか。なんか、ロケスピの対応してるロイちゃんの動きだったからロケスピかと思ったけど、ギアによってロイちゃんのあれがね、違うからね、モーションが。最初投げてるのかと思った一瞬。
これはかなり綺麗にマルチ IT のところまで行きましたが、レイジタワーの解除というところを目的にした少しね、じらしたロイちゃんのリターン回収でしたね。で、3時の方はアーチャーを置いておきつつ、キング10日弊社クイーンにがっつりサイドカット、真ん中貫通を狙っていきます。なんか昔こういうなんか、1個ずつの防衛施設囲んで、ダミ角使ってみたいな配置多くあったよね。クイーンは内側帰ってきた。マルチ IT の方向行って、できれば、くじが進んでこの辺もね、打てればよかったんだけど、まあ内側入ったら入ったでまあいいかって感じ。さあ、スーパードラゴン。3時側の方をオーバーグロー消してあげることで、さらに奥へ進んでいきます。いや、すごいね、この勢いも。これ相当強そうじゃない？ユニットの残りをえぐい。ロイちゃんが相手のガゴプリに気づいてくれたので、ガゴプリからの被弾も、ストライカーも一発入ったし。完璧だな、これ。ユニットの残りをえぐ。クイーンまだ能力残って、インビジブル2枚、フリーズ1枚。各ね、1個前の対戦でもすごいユニット残しての全開だったんだけど、いや、これもすごいね。呪文2枚残しとヒーロー全部残して、圧倒的すぎるな、これは。素晴らしい。ハードモードのユニットの残り方じゃないですね。さあ、ここはクエイク2発、5かな？ 5 ですね。ユニットランチャー採用というところ、アングリージェリーついてるので防衛施設から殴っていきます。こういったとこね、そうね、まあ今回はウィザード採用。アーチャーとかね、1体置いてあげるだけでも結構、ウォーデンがね、アングリージェリー終わった後とかサイドカットにもなってくるのと、まあ、マルチアーチャータワーがね、こうしてタゲ入っちゃうので、まあそんなに急いで壊す必要はないんで、まあ、1枠ユニットアーチャーとかだけでもね、ちゃんって置いてあげれば、レイジジェムも入るので、それだけでも十分だったかなと思います。さあ、これは、スーパーバーバリアンでサポート入れてあげましたが、タイミング悪かったらね、今のもファイヤーボール、テスラに座れるみたいな世界線もあったかもしれないから、そしてこれリターン型じゃないので、ウォーデンずーっとこのままですね。ルートライダーで引っ張りにかかりましたが、相手どうだ？これ入るよね。フリーズかける、ストライカーせる。クイーンを、ユニットランチャー、その角度、なんか10日弊社みたいな置き方するね、これ。しかもなんか、バルキリーをちょっとね、10日弊社のような感じで前に立ててあげることで、クイーンのサポート入れてというところ、フリーズも使っていく。ユニットランチャーの角度は、何か意図があるのかな？クイーンの盾として使いたかったみたいなのがあるのかな、もしかしたら。ただ本体の方をターゲット取ってますね。で、キングはここクエイクブーツで大きく内側開けていく。いいボムだね。ユニット吹っ飛んでいってヒーラーも溶けてるので、ファイボ型のねっていうところだったので、フォームがないので、シンプルに火力の高いところでやられてしまったという形かな。ユニットランチャーって気づいたら終わってるよね。レイジ1と残ったユニットちょっとだけ早めていこうかなと思います。これがね、ハードモード普通ですからね。さっきのガクのアタックが強すぎたな。79%。カズマくんドラゴン編成にライドラ1体だけ入れた形のロイちゃん削りからまずは入りそうですが、来ました。9時からスタート。当然インビジブルをかけていきます。ちょっとテスラやばいか？だるいね。だるいね。フォックスはもう救えない。いやー。うまいな、そのテスラ。
ロイヤルチャンピオン狂わされましたね。まあ、くじ側、こっちのね、ダイクに反応して、みたいなプランだったと思うんですけど、うわ、ボム入る。いてー。トルネ巨爆ボム。巨爆。巨爆も絶対そっちあるな。あるよな。2枚も。きついね。まあ、援軍は寄せていきまして、ベビードラ処理。これ、リカバリーも大変だね、こっから。超きついぞ、これ。ライドラも多分本来全然違うところ使いたかったと思うんだけど。ああ、この水塔とかから使いたかったんかな。刺さりそうなところがあんまないもんね、下の方とかも。クイーンもね、ウォーデンの輪っか内に入れつつの進行投下弊社。まあ、ドラゴンの HP 結構下がり気味なので、トームそろそろ考えたいかなって感じなんだけど、左ターン、ライドラだけでも入れたいね。まあ、これ以上貯めるとちょっと本体のドラゴンの HP がやばいんで、タウンホールとかも怪しくなってくると、わー、いいガゴプリ能力完璧。クイーン回収。スニージーが頑張ってエアスイまで落としていく。タウンホールはドラゴンたち向かってくれましたね。ライドラ向かいつつ、ガゴプリも落として、クイーンの方は能力ヒーラー人形だ。最近ちょっとヒーラー人形、ハードモードでは見ないですね。まあノーマルだと依然めちゃくちゃ強いんですけど、まあジャイアントのね、生み出すアクションフィギュアとかが環境入りしてきたことで、ヒーラー人形もあまり使われずになってきたか。これでもすごい伸びてるな。このバルキリーうまいな。クロスがクイーンに入らないようにバルキリーでターゲット取って、ストライカーのサポートも入れてあげることで、クロスボウにね、クイーンが向かうような作りをしましたが、時間切れと。これ時間切れなかったらまだまだ伸ばせたので、うまいですね、今の。今の入りで88%まで伸ばして、時間切れで、ね、時間さえあれば90%超えるような感じのアタックになってんのね、すごいっすよ。なんかミスったアタックで、ね、うまさとかスキルが伝わるのはすごいね。迫撃砲両サイドカットです。相棒ですね。まあ、ウィズとクロスを両方隠して内側に入れていく形になるのかな。ファイヤーボール。ここでぶっ飛ばしていって、ついによ、これ。ちょっとだけ残りました、超弾大砲。クエイクの角度なのか、ダイクが一瞬直したからなのか。まあ、残りましたね。で、ルートライダーで引っ張っていきます。まあ、これでも5のアドバンテージ結構でかいのと、おー、赤バク吸っていきますね。あ、ユニットランチャーだ。ここもユニットランチャー。さあ、アイゴレからのストライク。反対サイド、クイーンとキング展開して、トームがないんでね、さっきも言ったけど、そこが弱点ですね。トームなくてもいいぐらいのファイヤーボールでのアドバンテージを取らなきゃいけない。さあ、オーバーグローかけてあげたおかげで、中央結構スムーズに進むことができてます。バルキリー偉いな。リックスケ3つぐらいあったんだけど、一振りで消していきました。キング今回は、サッカーボールとヘビという組み合わせですね。ウォーデンが落とされていったので、スニージーがずっとレイジ化してます。さあ、インビジブル使って、あとフリーズも1枚ありますね。レイジ化したスニージー結構強いよな、火力。うん。さあ、これ、ロイちゃん止まらないし、キングもクイーンも能力残ってるっていうところで、
相手すごいね、これ。かなり余力あるアタック。で、ユニットランチャーから出たジャイアントとかね、EAT とかたくさん最終区画まで来て。いや、これもすごいね。3ヒーロー能力残しはすごい。いや、かなり圧倒的全開でしたね。さあ、星3ドラグは、コウモリ採用は相当珍しい。そしてリターン積んでるんだけど、これ、ロケスピとかロケスピ回収だ、じゃあ。じゃあ、対空マルチかな。クイーンなんだ。マジか。両サイド展開のクイーンか、じゃあ。なるほど、なるほど。水塔とか結構外周固まってますね、この配置確かに。で、ユニコーン採用してますね。15レベルに上がったというところで。で、多分そうだね、そうなると。なるほどね。で、真ん中からドラゴン貫通して、突撃艦タウンホール。そうすると範囲ダメージがマルチアーチャーターしかないね、確かに。ガゴプリを短期で使う感じでもなさそうですね、フェニックス採用なので。まあ、ワンチャン上とかね、短期使いもあるかなとは思ったんだけど、本体使いで、レイジからのトームかけていきます。いや、これ、すごいな。今の環境でしっかりね、コウモリ刺さりそうっていう目線で配置を見れてるのがすごいな。あ、上から来ましたね。アイゴレからのコウモリというところで12時からコウモリパートスタート。ロイヤルチャンピオンで、あ、そうかそうか。そもそもそういう処理でいいのか。もうマルチ要素が2つしかないので、1つをロイちゃん、1つをアイゴレっていうところでもう十分足りてましたね。そうするとガゴプリ本体で使うことができると。いやー、すげえ。刺さってるコウモリ。コウモリそうか、新レベル来てたね、そういえば。で、ガゴプリの方がね、ずーっと打ってるんだけど、ドラゴン追いついて、ストライカーもしっかりガゴプリ用に裏から残してあげている。いや、これうまいね。ぶっ刺さりだな。タウンホール17でコウモリラッシュ見れるとは。環境的にやっぱ今ドラゴンね、2番目に強いので、ルートライダーに次いで。コウモリ選択っていうのも配置によってはありですね。はい、というわけでね、終わりまして、14対11ということでね、ハードモードで14点取るのって本当に大変なんですごいですね。マジで強い。カズマくんなのね、本当少しの差だったと思うので、まあ、最終アタックのね、久しぶりに見たドラグバ採用っていうのも配置にあって非常にぶっ刺さったプランだったかなと思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。